JR 信越線横川駅。峠の釜飯が今日の旅のご褒美になります。この碓氷峠 JR 路線で最大の難所のようです。峠のシルポと呼ばれた機関車です。アプトの謎を解くヒントがこの画面の中に。駅前風景、駅前の無料駐車場、アプトの道の起点、案内看板、ワクワク膨らみます。鉄道村は鉄道ファンにはたまりません。整備された歩道が足取りを軽やかにさせてくれます。案内所とトイレ、歩き出すと碓井関所跡、寄り道も楽しいです。江戸時代に作られた関所、中山道の要所です。どうも入り鉄砲に出女を厳しく見ていたようです。では戻りましょう。線路の上を歩くスタンドバイミーですね。並行して現役で使われている線路です。見上げると上信越自動車道があります。上に高速道路ですか。寄り道しながら歩きます。旧丸山変電所は碓氷峠を往来する列車に電力を供給する施設です。現役トロッコも止まります。ところでアプトの道ってどんな意味でしょう。見てください。この写真のレール中央にギザギザのラックが見えます。このラックに列車の歯車をかませて急勾配を登ります。そのシステムを発明した人の名がアプト氏です。当時の人の力強さを感じる施設でした。では次に行きましょう。線路跡から一旦離れます。現役の線路下をくぐります。こういう時向こう側にプチ期待感を抱きます。着いたのは峠の湯なる施設です。ここには何があるんだろう。天然温泉の施設でした。露天風呂までありました。ここが目的地でもよかったかも。さあアプトの道にトンネルが現れました。これは第1号トンネル。全部で10号あります。つららに注意。面白いです。トンネル内、暗闇と反響音が気分を上げてくれます。午後6時で消灯されるそうですから、夜間の歩行は危険ですね。この辺りから羽石山への登山もできます。羽石山からは旧中山道が一望できます。トンネルがそれぞれ違いがあることに気づきます。ここには床下に照明があっておしゃれです。昔の排水。トンネル過ぎるたびに景色が変わってきます。出口があるのがトンネルならば、暗闇を歩いていっても怖くはありません。人生も希望を持てば怖くないということです。お、第三橋梁眼鏡橋です。この橋は明治25年に作られたそうです。高さ31メートル、長さ91メートル、碓井線のシンボルです。北海ありの場所です。1892年、130年もここにあるんですね。感動で心が震えます。当時の人たちの英知と努力に思いを馳せます。どこから眺めても美しい橋です。降りてみました。4連の橋脚が見えてきます。すごいです。200万8000個のレンガで作られている。この芸術性も大きな魅力です。本当に絵になる橋です。たっぷり堪能できました。次へ行きましょう。6号、7号、8号、最後に10号のトンネルを越えると熊野平駅折り返し点です。タモリさんは若い時線路を見ると、これが日本中どこへでもつながっているんかとワクワクして身震いが起きたって言ってました。碓井線が単線だったための夢を抱いた若者の感情をよく表してます。線路って夢そのものなんです。アプトの道、そんな思いに浸れる道です。碓井湖に立ち寄ります。
周遊路があって楽しめます。湖の小島に素敵なカップルがいました。幸せをこんな素敵な場所で味わってる幸せ、ごちそうさまでした。鳥たちも仲睦まじく幸せそうです。小雨が降り出しました。葉っぱが水滴で輝きます。薄い子もゆっくりしたい場所でした。トロッコ電車停車してました。子供たちの夢を乗せてます。さて今回の廃線路を巡る旅、それはまるで当時を力強く生きた人の人生を感じる旅でした。ところで私はこんな確かで力強いレールある道を自分の童貞に残せてきただろうか。もっともっとしっかり歩まねば。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。どこまでも続く線路に託すその夢、未だ知らない世界への遥かなる憧れです。こんな素敵な道に一緒に付き合っていただき嬉しかったです。よろしければチャンネル登録を、そしていいねのボタンのクリックをお願いいたします。次の旅へのエネルギーになります。ではまたどこかでご一緒に。